お花咲きかけてる。昨日は気づかなかった。種まきから120日目の7月8日、ついに黄色い花が。横浜園芸博覧会が楽しみで、トゥンクトゥンクのミニトマト栽培セットで3月から種をまいて栽培に挑戦しています。この日は種まきから61日目の5月10日。背丈はこのトゥンクトゥンクキーホルダーと同じくらいの約4センチでした。種まきから68日目の5月17日は5センチくらい。ちょっとずつ大きくなってるね。セットの中からお引っ越しした3本は元気かな。やっぱり小さいね。2.5 センチくらい。2センチかな。その子は移し替えるときにプチって言った子だよ。1.5 センチくらい。小さいね。種まきから88日が過ぎた6月6日。7から8センチ。2本だと狭くなってきたかな。トゥンクトゥンクのセットから1本を移すために100円ショップで買ってきました。鉢は200円商品だったね。種をまいたとき鉢底シートを敷き忘れ、土が下にこぼれたのでキッチンペーパーを切って鉢底シート代わりにしていますが、キッチンペーパーだとすぐふにゃふにゃにならないかな。根っこが伸びにくいかも。とみんなが言っているのも気づかないまま土を加えます。いろんな土があるんだね。根っこに気をつけてね。ゆっくり。あ、茎折らないようにね。新しいお家だよ。広くなったね。真ん中に寄せておこうかな。根っこさん、大丈夫ですか？土全体にお水をかけておこう。たっぷり飲んでね。この鉢も下からお水あげられるんだね。ここから5つ芽が出たんだったね。本家だね。土を追加しておこう。色が黒いね。土もいろいろありますね。
お水を上からかけておこう。土が増えたから虫対策も考えないとね。今日からベランダで育てることにしよう。ハイドロボール組の容器を水やりをしやすくするためにざるに変えます。2回目のお引っ越し。耐えられるかな。またキッチンペーパー敷いてる。溶けないかな。一番小さいプチッコちゃん、頑張れ。ハイドロボールの中で根っこを伸ばしていたんだね。すごいね。この子も小さいよ。でも根を伸ばしてる。このミニプランターはまた他のものに使おう。キッチンペーパーは残っていました。ハイドロボールでの栽培は初心者にとってはいきなり中級クラスに入り込んだという感じがします。虫がつきにくそうでいいなと選びましたが、水の量と栄養をどうしていくか調べながら手探りです。もう一本ここに移します。ポチッコちゃんは？水はこのくらいにしてみよう。浸かりすぎなのか足りないのか、そもそももう大きくならないのか。大きくなってほしいね。プチッコちゃんはどうなるの？さっきの5号より小さい4号のポットに移して土で育てることにします。100円商品だったね。キッチンペーパーだと通気性が悪くない？だんだん作業は手慣れてきてるね。ハイドロボールに移したときに根がプチッと切れてしまったこのプチッコちゃんは、双葉だけだったとき葉っぱ同士がくっついて開かなかったんです。葉っぱの先っぽが茶色になってきたから動画に撮る余裕はなかったけど、思い切って先っぽの茶色いところを切って開いたんだったね。プチッコちゃん頑張ってるね。お弁当に赤いミニトマトを入れて横浜に行きたいな。みんな大きくなってほしいな。大きくなってる。お花咲きそう。種まきから
120日目の7月8日5号の鉢に移し替えたミニトマトさん。黄色いつぼみをたくさんつけています。本家のトマトさんも小さいつぼみをつけてる。プチコちゃん、成長したね。ハイドロボール組のトマトちゃんはやっぱり小さくて、葉っぱが赤紫になってしば漬けみたいになってる。なんでだろう。どうしよう。見てくれてありがとう。またミニトマト栽培機を動画にしようと思います。横浜花博楽しみにしています。また見てね。